ちょっとこう何をお見せしようかと思ってたんで、普段完成したのが多いんですけども、あんまり表でもレクチャーでもやってないんですけど、こういう機会なんで少しプロセスというかアプローチの仕方を今日はちょっとありがとうございます。帝国ホテルの、東京の新本館という形で今やっております。災害があったり、コロナの時があった時にもうやっぱり国民に愛されるべき場所にしたいというので、国賓と国民というこうなかなか見れないような、ゲストを、一つにしていくという、ミッションがあります。このグランドホテルという一つの貴族社会が出来上がったのは9世紀8世紀9世紀ぐらいから、西洋を中心に貴族社会の中で、都市化がしていく中で少しリゾートという意味でこういった、屋敷を作り、そこにこう滞在をして社交するという意味で、ただの滞在して宿泊だけでなくてその社交をする場というのが、グランドホテルというやり方でした。バベルの塔に始まりずっと高層化していくグローバリズムの歩みがあったと。その中で大きな、起点になったのはこの1920年の、大きなこう高層化がしていく建築の中でシカゴ派とニューヨーク派という対別すると、シカゴで始まった高層建築というのはいわゆる規制を積み上げていきながら鉄骨によってこういった外壁も含めて大きなガラスをつけて光を取り入れながら作っていく建築で、一方でミースに象徴されるようなニューヨーク派というのがいわゆるガラスのカーテンウォールで、鉄とガラスとコンクリートを使って、世界のどこでも作れると。一方でシカゴ派を生み出したそのルイス・サリバンという建築家がいるんですが、いわゆるフランク・ロイライトの師匠にあたる建築家でもあり、その未来というのが実はそこで途絶えているのではないかという一つの仮説と同時に、この未来を考えていくことが、一つの、今回帝国ホテルの新しいグローバライズではない一度途絶えた高層建築のもう一度未来を考えようというようなところからさまざまな模型のコンセプトスタディというようないろんなものを作りですね、帝国ホテルとしてのライト化に踏まえるようないわゆるオーナメントと呼ばれる芸術装飾というような形で表現できないかと。初代帝国ホテルというものと世界に衝撃を与えたライト館、国際化が進んだ1970年代の日本のグランドホテルと、それを受けて4代目という形で新本館というのを提案をしていきました。これがパースで出たものと夜間のこういった東洋の宝石のように輝く姿であり、日比谷公園を前にしながら今内幸町全体がこう再開発に入っているので、この違う未来の姿を示そうというところでやっています。種さんが大学の先生だったらいいっすよね。歴史家のようなこうそう考古学者が歴史家、やっぱ記憶をねちゃんと国賓のためっていうお話と、国民のためという、その2側面があるというお話でしたけども、なんかそれがこう建築空間として体現できてるようなところってあんまり突っ込んで話しちゃいけないかもしれませんけど例えば、この間震災の時にもロビーを全部開放して、スープを夜中に出したりとか、パンを出したりとかお水をあげたりっていう形で、そういった時にもやっぱり国民のために開く、その住む人たちが帝国ホテルたる姿をやっぱり体現しているので、一方でその国賓の方々で招かれた方々もやはりこの入った時ここのホテルの印象はやっぱりその国の印象になるので、どういったおもてなしをするかというところも含めて、これはかなり面白いなと思っていますね。非常に面白いので、まだプロジェクトの本当に初期段階ですから持ってきました。レフィシェという港町から2時間ぐらいずっと車でひたすら行くんですね。サトウキビをずっと栽培している山が延々と続くと。でそのプロジェクト自体もそのサトウキビを栽培した後にお砂糖にしたりとか酒にするようなそういう工場だったんですが、6000人ぐらいを雇用していたところが政府に奪われたことによって製造が止まり、廃墟みたいになってしまったというので、今のオーナーの方がこれをもう一度土地から全て買い戻してこれを再生させるというので2015年ぐらいから
ここを拠点に活動されていて、こういう巨大なサトウキビ工場でいわゆる修行されている方も何人かは毎日ここに来て、その働いた仲間と一緒にただ一日そこで話しながら座って帰っていくと、彼らはそのヒーリングと言っていたんですが、やっぱり治癒をしたいと、この失われて傷ついた場所をもう一度治癒して再生していきたいというようなプロジェクトで、そういったそのマスタープランの描き方も、こういうような形で一つの計画学に基づくものではなくて、断片的なそれぞれのアイデアをその川に対しては湖を作ったり、どうしても車でしか来れないところにはもう一度森を再生した中で駐車場料金を取ることによって入場料をタダにすると、全ては開いておくようなパブリックスペースにしたいとか、とはいえゲストハウスが欲しいだ、トイレが欲しいだ、カフェが欲しいだっていうんですが、いうので提案をしたのはブラジル国内ですでに廃墟になっている建物を探して持ち込むというので、それによって今必要なもののゲストハウスとかを作っていけないかというような提案をしたところ、非常に興味を持ってくださって、1週間後にはこんなのがあったぞというので早速写真が届いてですね、これはいけるかどうかとか、こんな煙突が見つかったのでどうだみたいな感じでしょっちゅう見つけたら写真が届くというので、すげえ、そんなことを今やり取りしている現在進行中のプロジェクトです。とにかく面倒くさいことをやってみる。そうですね。移動どうやってでもコンクリートだとすると移築っていう形を使って、その移築をする過程の中でその仕事を作るっていうのが一つのプロジェクトかなと思ったので、その仕事がなくなった地域の方々が頑張ってもらうと、それによって一つの参加して一緒にその関わってもらったり、それがプロジェクトを作り上げる一つのプロセスかなと思って。なるほどですね。だからもう物を作るアーキテクチャじゃなくて、そこの社会とか、仕事も含めた、でもちろん今やられてるようなそういう環境とか相対としてのアーキテクチャですよね。多分その地域に誇りを持ってもらえないと残らないっていうのを今危機感を持ってたりもするので、僕らは次の時代何を考えていくかと、また21世紀の時代に何ができるかっていった時には、いい意味で学ぶことが多いので、今のような考え方を頑張ってるというか。なるほどね。ザ・建築家ってこういう職業ですよね、芦田さん。僕らがだいぶ得意ですよね。建築家、もう建築家らしい建築家だともちろん思いますけど、でもなんか分かんない部分はあって、建築家は建築を考えるってそれは自由が許されていると思っているので、その自由を考えれるのはやっぱり建築家の一つの大きな仕事で、その自由がいわゆる新しいものを作れる自由さっていうのはこれまでの非常に重要な原動力であったんですけども、その新しさもだいぶここまで周りの環境が新しくなり、その新しいものに囲まれた時に何か不快感であったり、建築家はその街の誇りであったり、その街を豊かに反映させていく、一つの役割があるので、そこに対して建築家はやっぱり未来を作っていく、僕はそういった建築家の未来を作る力ってすごいなといつも思っているのが建築家の仕事だと思います。